んにちは。 Xbox 専門 VTuber のたくみしんなです。今回は2025年に Xbox で発売予定の最新作を25本発売日順にまとめてご紹介します。 Xbox では初めてのリリースとなる国産タイトルや大型タイトルの待望の続編も含まれますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。ディスオーダー1月22日発売予定です。ボディースーツを身にまとった記憶喪失の少女として変化し続けるデパートから脱出を目指すという内容の 3D ローグライクアクションゲームです。戦闘面では刀を利用した斬撃アクションを楽しむことが可能で、ステージを進めていくごとに記憶を取り戻し自身を強化していくといったシステムとなっています。龍が如く8外伝パイレーツインハワイ2月21日発売予定です。龍が如く8のその後の物語が描かれる完全新作となり、自分の名前すら思い出せない記憶喪失となってしまった真島さんとして、失った記憶の手がかりを求めて広大な海へと旅立つこととなります。戦闘システムはセブン外伝やシックス以前の作品と同様のアクションバトル方式となっていて、スピード感のある狂犬スタイルと多彩な海賊道具を駆使して戦うパイレーツスタイルを自在に組み合わせて戦うことができるように作られています。モンスターハンターワイルズ2月28日発売予定です。モンハンシリーズ最新作ですね。高い機動力を持ち、目的地まで自動で連れて行ってくれる常用動物セクレトが追加され、2つ目の武器種を持ち歩き、治療中に武器の切り替えができるようになっていたり、モンスターの体に弱点を作り出す傷システム、遠距離からアイテムの採集が可能なフックスリンガーなど様々な要素が加えられています。拠点とフィールドがつながっていて、シームレスにロードを挟むことなく移動が可能であったり、クエストクリア後に毎回拠点に戻ることなく次のクエストを進めていくことができるなど、より快適に遊べるようにもなっています。またクロスプレイにも対応し、他機種のフレンドと一緒に遊ぶことも可能です。幻想水湖伝 1&2 HD リマスター3月6日発売予定です。PS1 で発売されたコナミの RPG 原水の1と2がついに復活しますね。単なるリマスターではなく、1に関しては108人全員のキャライラストが新たに書き下ろされています。また最新エフェクトでより美しいドットアニメーションとなっていたり、水の音、風の音などのフィールドサウンドを大幅に追加。バトルサウンドも HD 音源化してよりリアルになっています。他にもオートセーブ機能や倍速バトル機能、セリフログなどが追加され、様々な面で遊びやすく調整されています。スピリットフィクション3月6日発売予定です。協力型アクションゲームの傑作アウェイアウトや It Takes Two を開発したチームが手掛ける4年ぶりの最新作ですね。今回も過去作同様に2人協力プレイ専用の作品として作られています。ゲーム性はよりアクション性が強い作りとなっていて、2段ジャンプやダッシュ、エアダッシュが2人ともの共通アクションとなる他にも、グラップリングやウォールランなどの要素も存在するとのことです。またお互いに独自のアビリティを利用することができるのも It Takes Two と同様で、刀や念力を使ったアクションを楽しめるように作られています。なお今作は2人協力プレイが必須となるため、過去の作品と同様に1人が今作を所有していればもう1人は所有していなくても遊べるフレンドパス機能も搭載されています。こちらはオンラインで遊ぶ場合にも適用されるので、自分が購入すればフレンドさんは購入しなくても一緒に遊ぶことができるって感じになりますね。弓矢のアトリエ3月21日発売予定です。Xbox 初のアトリエ作品となります。ガスト作品として見ても Xbox では初めてのリリースですね。本作では記憶をテーマとしていて、縦横に広がるオープンフィールドで作られた未知の大地を舞台に、弓矢が正しさを追い求め様々な困難に直面する物語が描かれます。バトルの方は直感的な操作でリアルタイムに進行していき、敵の攻撃をタイミングよく回避、ガードすることによってより有利に進めていくことができるようなシステムとなっています。
また壁や床、屋根、家具など自分好みの組み合わせで自由な建築を楽しむことができるハウジングの機能も備わっていて、カタログからお手軽な拠点建築も可能。拠点は快適度を高めることによって弓矢たちの能力を強化できるボーナス要素も存在するとのことです。ブリーチリバースオブソウルズ、3月21日発売予定です。2016年まで週刊少年ジャンプ市場で連載されていたブリーチのゲームタイトルです。モバイルを除くと実に14年ぶりの家庭用機向けの最新作となります。約10年ぶりにアニメ化されるなど、ブリーチは近年盛り上がりを見せていますね。本作ではプレイヤブルキャラクター全員が覚醒し、極限の状況をひっくり返し逆転し合うというブリーチらしさを再現しているのが特徴で、一撃必殺ドラマティック対戦アクションゲームと題されています。ストーリーモードでは死神代行編からアランカル編まで、コミックスでいうと1巻から48巻までの物語を収録するという形になりますね。原作の最後までも完全収録という形には至りませんでしたが、現代の映像表現でブリーチの物語を追体験できるのは嬉しいですね。ザ・ファーストバーサーカー火山、3月27日発売予定です。ネクソンが手掛けるアラド戦記の世界観をベースにしたハードコアアクション RPG 作品です。強力な敵やボス、そしてギミックなど基本的な作りは高難易度ソウルライク作品となっているようですね。操作していて楽しいというスタイリッシュさに力を入れていたり、キャラクターがアニメ調のビジュアルで作られているのが本作の特徴でもあります。またアラド戦記の本編から数百年前を舞台にしていて、アラド戦記を知っている方なら気づくことができるファンサービスの要素が存在しますが、アラド戦記を知らない方でも楽しめるように作られているとのことです。百鬼東洋電気炭、4月24日発売予定です。江戸時代を舞台にした和風ローグライトアクション RPG です。本作には3人の主人公が存在し、3人それぞれに異なるストーリーが用意されていて、三者三様の華麗なアクションを駆使した大冒険を楽しめる作りとなっています。また異なる特徴と効果を持つ様々な武器種が用意されていて、様々なプレイスタイルで遊べるような作りになっているとのことです。画廊伝説シティ・オブ・ザ・ウルブス、4月24日発売予定です。画廊伝説シリーズ26年ぶりの最新作ですね。過去のシリーズでおなじみのコマンドで技を繰り出せるアーケードスタイルと、コマンド入力不要でワンボタンで必殺技を繰り出せる初心者の方でも楽しめるスマートスタイルの2つの操作方法が用意されていて、スマートスタイルではボタン連打で自動的にコンボを行ってくれるとのことです。また今作は発売時点ではゲーム本編に5人の追加キャラを加えるシーズンパス1をセットにして販売されます。メカブレイク2025年春発売予定です。未来の世界を舞台に SF メカを操縦して戦うメカアクションシューティングゲームです。操縦できる機体は攻撃型や格闘型、狙撃型、支援型など様々な種類が存在し、団体祭や6対6でのオンライン対戦の他にも PVPVE モードを楽しむことも可能となっています。複数プレイヤーで協力し、巨大メカと戦うボスバトルのようなモードも存在するとのことで、対戦だけじゃなくボス戦も用意されているのは嬉しいですね。私 TGS で触りたかったんですけど、大人気でプレイすることができなかったのでリリースを楽しみにしています。ルナリマスターコレクション2025年春発売予定です。ルナシルバースターストーリーとルナ2エターナルブルーの2作を収録したコレクションタイトルです。リマスター版では新たにバトルスピードの調整を行えるようになっている他にも、ワイドスクリーン対応やアニメシーンの HD 化、戦略設定の改善など様々な要素が追加されています。私未プレイなので触ってみたいなと思っている作品です。忍者ガイデンレイジバウンド2025年夏発売予定です。忍者ガイデンシリーズの最新作です。本作の開発はなんと高難易度 2D アクションゲームの傑作ブラスフェマスの制作チームが担当することが明らかになっています。ブラスフェマスは私1、2ともにプレイしましたが、本当に見事というべき完成度を誇るメトロイドバニアで、ここのチームが開発する新たな忍者化となるともう期待せずにはいられません。
なお今作は 2D の忍者龍剣伝の世界観と 3D の忍者ガイデンの激しさを融合したスピード感のある高難易度アクションゲームとなるとのことです。忍者が大好きなので今作もめちゃくちゃ楽しみにしています。リマッチ2025年夏発売予定です。今作はシフの開発スタジオが手掛ける5対5のチーム対戦型オンラインサッカーゲームとなっています。プレイヤーは1人の選手を操作するシステムとなっていて、アクション面にはタックルやドリブル、エイムやシュートなどが用意されていますが、本作にファウルは存在しないとのことです。本格的なサッカーゲームというよりは、サッカーを題材にしてアクション面を強く押し出した作品になるのかなという感じがしますね。フレンドと一緒に協力して遊べるとすごく盛り上がれそうな作品ですね。ダイイングライトザ・ビースト2025年夏発売予定です。1作目の主人公の活躍を再び描くこととなるダイイングライトシリーズ最新作です。もともとはダイイングライト2の DLC として開発されていたタイトルですが、別作品として発売されることとなりました。本作では新たなオープンワールドの世界を舞台に約20時間のゲームプレイが楽しめる作品となると明かされています。また過去のシリーズと同様に今回もオンライン協力プレイに対応し、最大4人で遊ぶことが可能な他にも1人でも楽しめる作りとなります。マフィアオリジン裏切りの祖国2025年夏発売予定です。プライムアクションゲームマフィアの最新作ですね。リメイクやリマスターを除くとシリーズとしては3以来実に9年ぶりの続編となります。本作では1900年代のシチリア島を舞台に過酷な組織犯罪の世界をテーマにした映画さながらの演出を堪能することができる他にも、ゲームパートではスリル満点の戦闘やリアリティあふれるステルスおよび銃撃アクションを楽しむことができるとのことです。夢のコンパス2025年発売予定です。雲の上に浮かぶ島を舞台にしたスローライフゲームです。本作では二頭身の可愛らしいキャラクターを操作して農業や釣り、そして島の中のカスタマイズやデコレーションなどを自由に楽しむことができます。またオンラインマルチプレイにも対応し、フレンドと一緒に遊ぶこともできます。こちらは現代社会での生活に疲れた人に楽しい一日を過ごしてほしいという願いから作られていて、リラックスしながらストレスなく楽しめるような作品として開発されているとのことです。リトルナイトメア3 2025年発売予定です。どこか可愛くも不気味な世界観が特徴のホラーアドベンチャーゲームシリーズの最新作ですね。本作ではシリーズで初めてオンライン協力プレイに対応し、フレンドと一緒に楽しむことができます。また AI 操作の仲間と一緒に一人で遊ぶことも可能とのことです。なお開発はこれまでとは違い、アンティルドーンやクワリーを手掛けたスーパーマッシブゲームズが行うとのことですが、これまでの作品同様に素晴らしい世界観や雰囲気で私大好きな作品なので発売がとても楽しみです。またこれまでリトルナイトメアシリーズを手掛けてきたスタッフは現在ディアニマルを開発中です。こちらも同様に不気味な世界観を舞台にしたホラーアドベンチャーゲームとなっています。私 TGS でプレイさせていただいたのですが、本当にものすごい完成度の高さでしたので、まだ発売は未定ですがとても楽しみにしています。エルデンリングナイトレイン2025年発売予定です。エルデンリングをベースにして作られた新作ですね。ジャンルは協力型サバイバルアクションとなっていて、エルデンリングの敵や武器などの要素を引き継ぎながら全く異なるゲームデザインで再構築したタイトルです。本作では最大3人のプレイヤーでパーティーを組み、広大なフィールドで3日間を生き抜くことを目的としており、刻一刻と近づく夜の襲撃に備え、フィールドを自由に探索しながらキャラクターを強化し、3日目に訪れる強敵夜の王たちとの戦いに挑むこととなります。またワンプレイ40分ほどで遊べるボリュームであり、 RPG が持つ本質的な面白さがハイペースに展開される密度の高い作品となると明かされています。まさかの形のエルデン最新作、遊べるのがとても楽しみです。鬼滅の刃火の神血風譚2 2025年発売予定です。
2021年に発売された同作の続編となります。前作同様に本編の物語を追体験できる今作では、遊郭編に刀鍛冶の里編、そして柱稽古編の内容を収録。プレイヤブルキャラクターも多く増え、対戦を楽しむことも可能です。開発はドラゴンボールカカロットやナルティメットシリーズでおなじみのサイバーコネクト2。さすがとも言える映像クオリティで、前作も愛のあるゲーム化作品でしたので、続編も楽しみですね。ドラゴンクエスト1-2リメイク、2025年発売予定です。2024年にリリースされたドラクエ3リメイク同様、HD2D で開発されているドラクエ1と2のリメイク版ですね。今回のリメイクは堀井さんが3、1、2と遊ぶと驚く仕掛けがあると明言しており、実際ドラクエ3リメイクの最後にもそうきたかと思わせるような展開が待ち受けていたので、一体1と2をどうリメイクするのか。特に1は一人旅で敵との戦闘も1対1だったので、どんな仕上がりとなるかが今から楽しみですね。シャドウラビリンス、2025年発売予定です。パックマン生誕45周年記念の今作はなんとメトロイドバニアに、そしてダークに作られたパックマンの最新作となります。コンセプトは誰も見たことがないパックマンを作ると掲げられていて、荒廃した世界を舞台に巨大な黒いパックマンが敵を捕食するような場面も見られますね。難易度は高難易度ゲーム好きも満足できるような作品になると告知されているものの、アクションが苦手な方向けのフォロー要素も含まれると発表されています。ボーダーランズ4、2025年発売予定です。前作3から約6年ぶりとなる新作がいよいよ登場しますね。最新作の4では過去最大級のボリュームとなり、武器は数十億種類にも及ぶと明かされています。目の前に立ちふさがるあらゆるものを吹き飛ばし、伝説のボルトハンターとしてヒャッハーしていく物語を再び楽しむことができますね。紅の砂漠、2025年発売予定です。黒い砂漠の開発陣が手掛ける戦争に染まった中世ファンタジー風の世界を舞台にしたオープンワールドアクションゲームです。戦闘面では剣や弓を使用し、攻撃や回避、ガードにスキルなどを利用して緊迫感のあるバトルを体験できるように作られています。また次世代のゲームエンジンを採用することによって精密な表現とリアルな環境を再現し、天候や時間の変化も体感することができるとのことです。ということで今回は2025年に Xbox で発売予定の最新作をまとめてご紹介しました。また今後2025年に発売日初日からゲームパスに追加されることが決定している最新作を30本まとめてご紹介している動画も投稿していますので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。